こんにちは、こんばんは。ドット時間です。はじめましての方も、初めてじゃない方も、こんばんは。2回目のライブ配信になります。未だにね、よくわかってなくて、よかった。前回はね、チャットがなんか途中まで打てないっていう話だったんだけど、今夜は早速送っていただけてるモンティさん、こんばんは。こんばんは、こんばんは。今日はどんな夜をお過ごしでしょうか。今日ね、5月入って早速5月病みたいなこともあるかもしんないけど、私がいる長野ではめちゃめちゃ寒くて、じゃあ日中は暖かかったんだけど、夜寒くな明日寒くなるのか。明日がね、最高14度なのか。寒いね。で、今晩がちょっと寒くなるとか。ね、ちょうど暖かくなってきたと思ったら、また冷えたりして、みんな風邪ひいてないかしら。大丈夫かしら。このライブ配信は、ポロンとボソッと配信っていう名前でやろうと思っていて、名前の通りなんだけど、ポロンと弾いたりボソッとお話ししたりして、皆さんにちょっとでも寝る前の時間にゆったりとした気持ちになってもらえるような時間をお送りできたらなと思っています。だいたい30分ぐらい、長くても30分とかかなと思ってるので、本当にながら聞きで、なんならお風呂かもしんないし、ちょっと遅めのご飯かもしんないし、帰ってる途中かもしんないし、もうベッドの中にいる人もいるかもしんないし、どんな形でもいいのでゆったりしてください。なんて読むんだ。鬼子キジきっこわかんない。なんて読むんだろう。こんばんは。とにかくこんばんは。モンティさん、サウジアラビアのウォークスルー見ました。とっても素敵でした。ありがとうございます。見ていただいて。そう、今晩の夜、日本時間8時に、公開しました。3本目のウォークスルーというドット時間が世界を歩いて歌って回ってみるっていう企画として、昨年の秋か冬、年末に近い頃に訪れたサウジアラビアの砂漠を歩き回った映像を今晩出しました。早速見ていただけてありがとうございます。そう、ちょうどね、今日のタイトルを砂漠を歩いた話っていう風にしていて、そう、ちょうど公開したばっかりだし、その話もしようかななんて思っていたところでございました。後で1曲ぐらい、それこそ15のピョロッと歌えたらななんて思ってるけど、先にウォークスルーのサウジアラビアの話でも、そう見ていただけた方はもうまんま砂漠だねってわかると思うんだけど、本当に砂漠を歩いてみて回ってました。映像では結構どんな色でグレーディングしたっけ。そう結構ね、なるべくどっちかといえば黄色がかった雰囲気で、グレーディングしてるんだけど、実際にはレッドサンドデューンズ、日本語で赤い砂丘って呼ばれているところに行っていて、もっと赤いんですよ。本当に、ちょっと
iPhone で加工したら真っ赤に見えるようなところにいました。でそこでサウジアラビアという国もキャプションにも書いてたんだけど、なんていうの、なんて書いたっけ、ちょっとなんていうの、カンペおにじさんなんですね。すごいかっこいい名前。おにじさんありがとう。そうなんかよかったらなんかなんだろう、旅の記録を歌って踊ってもいるんだけど、文章でもちょっとキャプションに書いてみていて、時間がある時によかったら読んでもらえると、少しそういうとこなんだって思ってもらえるかもしれない。サウジアラビアって石油輸出国でめちゃめちゃ有名なんだけど、いわゆるイスラム教の聖地メッカがある国でもあったりで、あとは実は今時珍しい絶対君主制の国家で、個人のサウジ家っていうファミリーが作った国でもあります。そんなこととかもなんかいろいろこう社会システムもだし、宗教的にもだし、なかなかお目にかからないような稀有な国でございます。で Google マップ上で見てみて、Google マップ上の衛星写真で見てもらえるとすぐわかるんだけど、本当に砂漠の中にある国で、英語でエンプティクォーターっても呼ばれている。だから4分の1何もありませんみたいな砂漠っていうぐらいバカでかい砂漠の中にあると。その中でこう食事もカルチャーもなんか不思議なんだけど、美味しいし楽しいし教えも面白いし、たくさんおもろってずっと興奮してたんだけど、なんかね、ちょっと砂漠っぽいっていうか、無味乾燥な雰囲気、なんか日本でいう旨味みたいなものが感じにくい、そんなとこでした。でそんな感覚があり、実際にしばらく過ごした後に砂漠に行ってみたの。ほんだらなんか本当にこんなところを数百キロも、数ヶ月かけて渡り歩けている人間がいたんだって驚嘆に値するほど過酷な環境で、砂漠ね、ちょっと私はそれまで鳥取砂丘しか行ったことなかったんで、あとはエジプトもあったけど、なんか本当の砂漠はその観光地っぽくないところって行ったことがなくて、なんかこれが数ヶ月景色が変わらないってちょっと気狂いそうだなと思うようなところだった。でそんなところで、現地の方と交渉したりして、なんとか砂漠の中まで行って撮ってみたのがウォークスルーでした。ちょっと今日そうまだあれだね、カメラが追従モードになってないんだね。ペレペペ追従モード、ワオ、アップされた。そう、ちょっとそんなウォークスルーでも弾いた集合論をピアノで簡単っていうか音源と全然違うバージョンで弾いてみれたらなぁと。
なんてぼやいていた君が静かに涙を伝ってまたここへ帰ってきた。時には意味ある合言葉、世界平和への開け駒、数あるベン図の外側を探しに行こうか。3000とカクカクす半日抜きせぬ白く劇的なせい、こことこと無形傍着無人黒くせよ heart There's a heart where they hold you tight and you'll find the love one day でも今はただ目を閉じて唱えてなんでもなんでもないの。それはことの積み重ね、口より手足動かして君だけ見られるフィナーレ証明しようなんて。L の N よ秩序だった情緒誘白地神殿変性そう未だアンレイボーもすべてはして愛話だけど形だけど形ここにあるじゃない。3000の星々の陰りに隠れる色あせたニューデイ、能動的濃度無限に希釈究極空集合There's a kiss where they share in a bite and you'll find a love one day でも今はまた目を閉じて唱えてなんでもないの。なんでもないの。また話そうよ。なんともないなんでもない無名のデート色密かにフェイドなんともないなんでもないふりしてなんでもいいよ。おいあれ今日はちゃんと追従うまくいってたんじゃない？よかった。なんか先週初めてやってみた時まだこの追従の人と仲良くなれてなくて
変なところずっと見せても言ってたんだけど、今日はできててよかった。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんどうもどうもどうも。ピアノバージョンもめちゃくちゃ好き。ありがとうございます。ナポーさん、ナプーさん、ナポさん、モティさんもありがとうございます。そう。なんか、ビクセンさん、浄化されました。ありがとうございます。夜だからね、ここでなんかこう、ズンズンズンとかもできなくはないが、今日はそういう気分じゃないかもしれないし、またどっかで気分夜でちょっと変なハイテンションに入ってる日があったら、その時はもうちょっとこう踊れる感じでライブやってみてもいいかもね。そうこれ私のスタジオなんだけど、仕事場というか、ドラムもありまして、ドラム叩いてみてもいいかもしれないしね。ドラム叩いてライブループでチカチッと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 ツタタタタツタタってやってもいいかもしれないし、また見に来てやってください。その時はタイミングがあったらね。そうということで、今日は砂漠を歩いた話だったんだけど、もうちょっと話せることあるかな。たくさんあるが、そう先週4月何日だっけ、20あれいつだったっけ、26日だの土曜日に大阪でライブやってきました。万博会場からほどなくある展望山という安藤忠雄建築の大阪文化館と呼ばれているですね、館があって、そこの海に面した海にせり出したような屋上のテラスで3曲だけやってきました。ディスタントっていう曲、ファーストシングルのマイデイってやつをライブルーピングで、重ねていきながら1曲ね10分ぐらいかかっちゃうんだけど、ゆっくり重ねていったものをやったり、集合論は結構どっちかというとピアノのオープニングで流れたやつ、ドゥッツテテ、さっきのこれだけをわーってその場で、オクターブ下にしたりオクターブかけてみたり、ほらまた追従がうまくいかないね。これねほんと難しいのよね。ちょっと戻ってきて、ここ Yes はいそう何の話だっけ。カジワラさん出遅れました。今から冒頭から聞きます。ありがとう。またねゆっくりアーカイブも残すので、よかったら聞いてやってくださいましね。なんだっけ、週頃はどんどんピアノのフレーズをその場でオクターブかけたりエコかけたり、結構ライブでしかできないことをやってみたいなと思ってて、そらね音源かけてカラオケで歌うだけってのもできるし、アーティストというか歌い手からしたらめちゃめちゃ一番安心なことではあると思うんだけど、なんかこうやっぱりせっかくライブだし、その場でしかできないこと、イメージ的にはお茶の世界で、一座建立とか一期一会とかね、そういう言葉があるけど、なんかその場でその海に面したテラスでしかできないことやりたいなと思って、そういう形でやってました。
今後もライブするとき、まあね、音源通りにやることもできるし、やりたい気持ちもあるんだけど、メンバーがサポートで、バンドセットでできるときとかは、なるべくそういう風にしたいし、音源に近いような形でやっていきたいし、でも一人の時は一人でできること、ライブでできることをやっていきたいなと思ってます。東京でライブの予定はないですか？まだなんか未確定だけど、夏にできたらいいなーなんて思っているよ。ぜひ東京のどっかで。まだ発表曲も少ないから、そんな長い時間、1時間とか2時間とかワンマンでとかはまだしないと思うけどね、やろうと思えばできちゃうけど、だけどゆったりまったりどんどんゆったりまったりだけど機会はどんどん増やしていきたいなと思ってるから、その時はよかったら来てくださいまし。お願いいたします。遊びに来てね。そんな感じ。なんかこのスタジオはですね、結構使い慣れてる楽器もあるし、使い慣れてない楽器もあって、これマンドリン。チューニングずれてね。なんかいろんな楽器置いてて、あと珍しいやつとかなんか紹介しちゃったりしようかな。いや、今日はマンドリンだけでしょ。そうね、砂漠の話から全然違う声になっちゃったな。砂漠の話もうちょっと話したいな。サウジアラビア自体の話もとてもなんか興味深い、めちゃめちゃ興味深い国だったから、本当にぜひタイミングある方は行っていただきたい。いいタイミングがあってね、2030年に次の万博がサウジアラビアなんです。リヤドなの。で、大阪万博も行かれた方もいるかな、中には。私はそのライブのこともあったから行ったんだけど、いろいろ思うことはあったが、しかし、その5年後までにサウジアラビアが国家を挙げて、もうエンタメからアートからテクノロジーとかもあらゆる面でアップデートをかけようとしてて、それはさながら、前回の大阪万博、日本の大阪万博で日本が頑張っていた、あるいは東京オリンピックで新幹線飛ばそうとか、国を挙げて、世界の先進諸国に追いつけ追い越せをやっていたような気概で、サウジアラビアも今頑張ってて、でなんと例えば私が前回行った時にびっくりした看板があって、いわゆる工事現場がありますと。で工事現場にほらなんか5年後10年後向けてここら辺こういう風にしますよみたいなイメージが書いてるじゃない。あれにね、名前は忘れたけど、オアシスタウンみたいなノリのイメージとタイトルが書いてあって、ここをリヤド万博、リヤドエクスポまでにオアシスに変えてみるぜみたいなこと書いてて、でもCG で作られたパースのイメージがなんか手塚治虫の火の鳥の未来編とかに出てくるような雰囲気のスーパー人工的なオアシスなわけ。砂漠のど真ん中だけど、まず川作ってるっつってて、川みたいな河川が出て、
でそこからその河川とその河川が流れ着く先の池を作っていて、その水、オアシスねを中心に街を作るって言って、なんかもう発想がなんだろうね、こう砂漠だからなのかな、金あるからなのかな、ちょっとなんてかわからんけど、かなりぶっ飛んでる考え方で、なんかそういうことも含めて、この人たちが見ている未来、世界はどんなもんなんだろうっていうことを見にエキスポ行きたいなと思って。いやマジで本当にもう今回の大阪万博でもディズニーランドのだいたい3倍150ヘクタールあって、前回の大阪万博が300ヘクタールだったんで、だからディズニーの10倍あったんだって。もうそんな感じだけど、きっと多分知らんけどリアドで次やるときとかその300とかなんなら600とか、もうよくわかんないけど、なんかよくわからない規模のことやってくるんじゃないかなとか勝手に思っててね。モンティさん、そのお金のある国は発想の規模がすごいって、本当にそう、お金あるから何でもできるぜって思ってるんだろうなとは思うけど、いいとか悪いとか関係なくね、今はね。ということで楽しみにしている次第です。ぜひみんなも行ってほしいね。最後にちょっとポロンともう少しピアノ奏でて、今日はまったりお休みにしましょうかね。こっちだよ、こっちだよ。今日はついてきてくれてる？今回も大丈夫。前回はシンセサイザー映し始めたからね。結構本当になんだろう、曲を書きたいとかそういうのもなく、その日流れそうな流れてくる雰囲気をいつも弾いてる次第ですね。
このペダルのガーンっていうこの音がいいよね。個人的にはすごい好きだねこれ。ポまったりしたかしら。私も結構ほぼ毎晩に近いぐらい、ていうかまあ長野にいるときは夜寝る前にこんな感じで、なんか曲作るとかもう作んないといけないんだけど、作りたいんだけど、それよりも音と戯れる感じ、難しいことに挑戦する時もあるし、本当に一音一音聞いてみる時もあるし、そんな風にやっているよ。みんなはなんか寝る前って何してるのかしら。自分のルーティーンみたいなものってあるかしら。ちなみになんかすごいかっこいい雰囲気になっちゃってなかったらごめんね、逆に。だけど私はまあピアノとかも弾いたり音とやるけど、寝る前はね漫画読んじゃうのよね。 iPhone とかね触んない方がいいって分かってんだけどさ、なんか脳を完全にストップさせるために漫画いっぱい読んじゃうんだ。わかる。 YouTube とかねもう見るよね。わかる、すごいわかる。動画まで行っちゃうと私はもう本当に頭覚醒して寝れなくなっちゃうから、漫画ぐらいが限界なんだけど、あるよね。本当はね、ピアノで沈めてそのまま漫画も読まず YouTube も見ず、なんならスマホもいじらずホットミルクなんてね飲んじゃって、寝れたらいいんだけど、なかなかそうもいかない。はい。なんか今後もこんな感じで、ある種なんだろうね、ミックステープ、ちょっと昔っぽい言い方になっちゃうけど、その聞くぞ見るぞっていう感覚よりは、なんか誰か知ってる人の気配を感じることで落ち着くなくらいの気持ちで再生してもらえたら嬉しいなと思うので、また今後も聞いてやってね。戻ってきてね。ありがとう。ゴールデンウィーク中だよね今。それもいい休日になっていることを祈っています。明日は平日か。まあええねん。今日も平日だったか。よくわかんないんだな。とにかくおやすみなさいませ。また来てね。見てくれたみんなありがとう。ピース。おやすみなさい。